今日は日本音楽にも大きな影響を与えた中国音楽のスタイルを解説していくよ。日本音楽を解説した時にも触れたけど、日本の古い楽器の多くは中国由来だよ。だから中国音楽の楽器の音色は日本人にとっても馴染み深い感じがするね。今日は前半は中国伝統音楽のスタイル、後半は現代中国音楽のスタイルを紹介するよ。まずは定番のチャイニーズトラディショナル、中国伝統音楽風の曲を作るスタイルだよ。それと中国風の高音女性ボーカルに変える効果もあまり強くないけどある。個人的にチャイニーズは小文字を推奨したい。小文字の方がより中国風になると思うよ。グーチェンは古奏という楽器のこと。日本の琴のご先祖様になるよ。面白いことに効果も琴と似てる。曲調を中国風に変える効果があるけど、伝統音楽的な曲調ではなく現代的で、他の曲と混ざりやすい特徴があるよ。ちなみにグーチン、古琴という楽器もあって、スノではこのスタイルも効果がある。グーチンは伝統音楽に近い曲調になるから、好みに応じて使い分けるといいかもね。そして中国を代表する楽器、アルフ。このスタイルは2個の音を曲に入れる。中国音楽といえばこの音なんだけど、アルフは V 音では効果がなかったんだ。V4.5 でやっと2個の音が出るようになった。2個が好きな私としては非常に嬉しいよ。それじゃ実際にどんな音が出るのか、実例を聞いて確かめてみよう。中国伝統音楽の3種類のスタイル、それぞれの曲調を聴いてもらったよ。中国風の曲には大抵アル風、ニコカ、グーチェン、古奏の音が使われるけど、日本人はグーチェンの音が琴に聞こえて、
中国風が和風に聞こえてしまうことがある。だから日本人的にはアル風を使うとより中国風の曲を作れるんじゃないかな。もちろんグーチェンの方を使って中国風と和風の混ざった曲を作るのもいいね。ちなみにこの3種類のスタイルはかなりテンポが遅いという厄介な特徴がある。他のスタイルと混ぜて使おうとするとテンポを大幅に下げる効果があるから、テンポを上げるスタイルも加えて遅さを中和した方がいいと思うよ。それじゃ続いて近代現代の中国音楽のスタイルを紹介していくよ。シダイクは1920年代に誕生した中国伝統音楽と西洋音楽が融合したジャンル。日本の歌謡曲と同じ発想のジャンルだね。曲調も歌謡曲と似たところが多いよ。シダイクはさっきの実例でも聞いた中国風高音女性ボーカルが一番の特徴。頭文字大文字表記だとより特徴が際立つからシダイク表記の方を推奨するよ。ホッケンは1930年代の台湾で誕生した日本の演歌に影響を受けた音楽ジャンル。1930年代の台湾は日本の統治下だったから当時の日本の流行曲の影響を受けたわけだね。カントニーズは現代の中国ポップスの総称。日本でいう J-POP と同じような意味だね。歌う言語が違うマンダリンもある。スノでは両方とも効果があるけどスノのカントニーズはボーカルを小さい声にする面白い効果があるんだ。だから今回はカントニーズの方を解説してマンダリンは実例なしの紹介だけにするね。ちなみにホッケンもカントニーズもマンダリンも正しくは言語名のことだよ。音楽ジャンルとしての正しい表記はホッケンポップのようにポップをつけるべき。ただスノの場合はポップをつけると曲調が西洋のポップス風になっちゃうんだ。 J-POP よりも J の方がより特徴が出る。考え方としてはこれと同じだね。だからスノではポップを消した方がスタイルの特徴がより出ていい感じだと思う。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか実例を聞いてみよう。夢の中で踊るはずだった冷たい水
近代現代の中国音楽のスタイル、それぞれの曲を聴いてもらったよ。中国音楽のスタイルはもちろん中国風の音楽を作るときに便利だけど、曲調が日本の音楽に近いから和風の曲を作るときにも利用できるよ。いろいろなスタイルを組み合わせて和漢洋折衷の曲を作るのも面白そうだね。それじゃまたね。